ゃんこプレイヤーの皆様こんにちは。あめあめのにゃんこ塾へようこそな。今回は前回に引き続きためになる豆知識を解説していきます。前回よりもさらにマイナーであり、知られていないものを集めましたので、ぜひ最後までご覧ください。こういう知識は早めに知っておくに越したことはないな。それでは今回もサクサク進めていきます。一つ目、貯蔵庫に入っているキャラ、またたび、本能玉は、画面長押しで種類別に分けられる。少し前まではまたたびしか分けられなかったけど、最近本能玉なども種類分けできるようになったな。普通に便利な。二つ目、神様のベビーラッシュ使用時にスピードアップを栄養すると効果時間が2倍になる。前回紹介した、絶対時に統率力を失わない時間を伸ばすのと同じ理論な。神様はそんな頻繁に使わないと思うけど知ってて損はないな。三つ目、味方の攻撃がヒットした際に出る煙の色は2色ある。大半の場合灰色の煙が出るな。けど、遠方攻撃と全方位攻撃の場合は煙の色が白っぽくなるな。四つ目、編成スロット半額は日曜、アイテム割引は6の倍数の日、EX キャラの半額は周年イベントの時に来る。最近の周年イベントは年1回だけではなく、ゴールデンウィークにも開催されたりしてるな。だから直近で言うとゴールデンウィークが狙い目になるかもしれないな。前回のコメント欄で教えてくれた方ありがとうございますな。五つ目、虹またたびステージの背景はドロップ率を表している。これは通常のまたたびステージから発展する、虹またたびステージと、またたびチャレンジの虹またたびに限った話な。昼なら 35%、UFO なら 50%、夜なら 70% な。にゃんこ大戦争公式用つべで前言ってたな。六つ目、味方だけではなく、敵にも出撃数上限がある。これを利用した看板娘戦法というのもあるぐらいな。僕はめんどくさいからあまり使わない戦法な。だけど、初心者のみんなは知っておいた方がいいな。七つ目、ゲリラステージ、トレフェスなどを通知してくれる機能がある。なんかこれオンにしてても来ない時あるけど、まあその辺は気にしないな。機内モードってわけでもないから不思議な。八つ目、お宝を獲得しているステージにトレジャーレーダーを使ってクリアすると、トレジャーレーダーがドロップする。間違えて使っちゃっても安心な。九つ目、iPhone と Android ではゲーム内の経過時間に差がある。具体的な数字で言うと、1個目での1分は Android での約1分8秒な。だから、周回などでたくさん回りやすいのは1個目だし、すり抜けや練り込みなどの緻密性が求められるときは Android がやりやすいな。さらに具体的な数字だと、iPhone は1秒 30F、Android は1秒 26F で動いているらしいな。この数字は理論値なので、スマホの性能によっても変わるからそこだけ注意な。わからない人のために簡単にまとめると、iPhone よりも Android の方が時の流れが遅いということな。バトル漫画の技でもたまにある感じなね。10個目、ガマトトの画面にたまに落ちているアイテム袋は、広告を1回拒否するとすぐにワンコに没収されるが、神様のマークのある大袋は没収されない。ワンコくんが来るには来るなけど、びっくりする素振りをして、去っていくな。やはり神様には特別な力があるのかもしれないな。ここからは上級者向けの知識が若干多いです。初心者の方たちはこれらの動画をぜひどうぞ。そして豆知識が想像以上に多く、入りきらなさそうですので、また続編を出すかもしれません。チャンネル登録してもらえると見つけやすくなるかもな。年内1万人を目指してるのでぜひお願いしますな。それじゃあ本題に戻って続きから行くな。11個目、敵の烈破砲の攻撃は最前線の味方キャラにも当たる。烈破が目立ってるけどちゃんと前線にも攻撃は来るから壁は必要な。12個目、砲台になっている敵城には烈破が当たる。普通の城には烈破で攻撃できないけど、ステージ名をタップした際に出る敵一覧に敵の城が入っている場合は攻撃が当たるな。一応城ではなく敵判定になっているということなね。そして、その城は白い敵判定ではなく、無属性の敵として判断されるな。Twitter のフォロワーさんが実際に城に当たるのかを検証してくださったな。本当にありがとうございますな。13個目、ニャンピューターを使えば手軽に 1F 破壊ができる。これは初心者の方にも知っておいてほしいことな。例えば、逆打をクリアしたいのにキャラが揃ってないとするな。そんなことあるのかって疑問は今はぐっと飲み込んでほしいな。そのステージでチビ巨神と狂乱のムートをニャンピューターでほぼ同時に出すと、ボスの出る衝撃波と同時に敵の城を破壊することができるな。意味がわからない方は今流れているフォロワーさんにお借りした動画を見てほしいな。これを利用して、デスピなどのキャラでボスが出てきてしまう前に、一気に敵の城を破壊してしまうのを 1F 破壊っていうな。このあたりのテクニックのことはまた近々動画を出しますのでわからなくても大丈夫です。14個目、遠方範囲攻撃と全方位攻撃では城感知の仕様が違う。遠方範囲は攻撃範囲の最短射程で城に攻撃し、全方位攻撃のキャラは攻撃範囲の最大射程で城に攻撃するな。
わかりにくい人のために例を出すにゃ。例えば、音砲範囲の第6の人の射程は200から1500で敵への感知が500にゃ。にもかかわらず画像では敵の城とめちゃくちゃ近づいているのがわかるかにゃ。この画像から遠方範囲攻撃であるがゆえに攻撃範囲の最短である200の距離でやっと敵の城を感知したということが見て取れるにゃ。だから、この第6の人が全方位攻撃だった場合、城を感知する距離は、攻撃範囲の最大の1500ということになるにゃ。その逆で全方位攻撃である神様などは、敵を感知する場合は350の距離だけど、敵の城を攻撃する場合は攻撃範囲の最大射程である850の距離で攻撃を開始するにゃ。画像を見ても距離が明らかに違うのがわかると思うにゃ。この知識で何を気をつければいいかというとにゃ、先ほどの例にも出した第6使徒などは敵の城まで進むと、想像以上に前に出てしまうにゃ。だから、敵の城から援軍がたくさん出てくると壁で守りきれずすぐやられてしまうにゃ。15個目、ニャンコンボの効果は中よりも、小を2つ発動させた方が効果は大きい。小2つだと枠を多く取る場合も多いからその辺は性能を取るか、枠数を抑えるかで各々の判断にゃ。最後に16個目、名前と見た目が全く合っていなくて怖いキャラがいる。マジでどの辺が聖母なのか教えてほしいにゃ。お乳の数が妙に猫の特徴を再現していて気持ち悪いにゃ。それ以上はダメです。とまあ、最後のは冗談ですが、15個目までの豆知識どうだったでしょうか。これらを全部知ってたって人はにゃんこ豆知識マスターを名乗ってもいいんじゃないかと思います。ですが、まだもう少し皆様から集まった豆知識が残っていますので、豆知識最終章をまたいつか出すと思います。チャンネル登録してるとその動画が見つけやすくなると思いますのでぜひお願いします。今回、Twitter でご協力いただいた方々ありがとうございましたにゃ。私が知らないのも何個あり、本当に助かりました。そんな私の Twitter のフォローは動画の概要欄からできます。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ、エンディング。